ことでね、ラバルは終わりということでね、はい、今日からねルートライダーに帰ろうかなと思います。はい、ちょっと3回やってね、このアカウントはいい感じだったんで載せようかなと思います。見てください。プラス190って何これ。はい、ルートライダーがね最強っていうことで、ちょっとね新ユニットがいい感じにねなんか機能してそうなので、こいつね強いのか弱いのかよくわかんないけどとりあえず使ってみようかなということで、結構ねルートライダーの方をねいろいろ試したんですよ。クイーンチャージをする方とか。ただやっぱねこいつは外周に回さざるを得ないなっていう結論になりましたね。クイーンチャージでね中削るのめっちゃ強いんだけど、その後ルートライダーを流した時にね外周を削るのがこいつしかいないんですね。そうなると、もしくはロイちゃんを抜いてキングを入れるかっていう感じなんだけど、なんかちょっとねどれもしっくりこないのか、私が下手なだけなのかっていう感じなんだけど、あとねやっぱそうね、ただクイーンチャージをする場合はねこのヒーローが重たい深かった時に先に狙えるんで、そこは一長一短かなっていう感じがするんだけど、難しいところですね。なんかちょっと話そうと思えばいろいろ話せるんだけど、そのぐらいにしといてね。でこの編成結構オールドなね形なんだけど、意外とこの方がね一番安定するんじゃないかなっていう気がしてます。こいつ地味にね範囲が短くなったんで、一発目のオバグロをね打つスピードを若干遅くできるのとやっぱ中央でねこいつがデュークが能力吐けると、ほぼ2回目のトーンみたいなもんなんですよ。でなんならトームよりもデュークのスタンの方が強い理由があって、それはですねノックバックを食らわないんですね。そもそも攻撃を受けることがないので、このローガーからねこういう風にねトーム使っても押し戻されちゃうと、やっぱ編成的に殴れるユニットが、クイーンは普通外回ってるんでこの中にないので、ロイちゃんと、デュークのコンビしかないんですよね。なので少しでもねダメージ増やすためにデュークを中に入れるパターンがね結構強いかなっていう。最初ね外周回してたり一区画任せてたりしてたんだけど、それよりはね中に入れる方がいいかなと思います。で装備がね最初エレクトロのBBA のやつとか使ってたんだけど、でもう呪文の枠数的にねこのリバイブを入れる枠がないので、回復する効果って最初弱いと思ってたんですよね。なんだかんだ言って、外周回すことも考えてたからただ意外とねこの回復しながら本体と一緒に混ざってるとデュークがやっぱね死なないですね。結構守られて、でこの空のね突撃艦じゃなくてこれとも混ぜてるんで結構デュークが生き残るんですよね。でちょうどいいタイミングのところでちょうどいいタイミングのところで能力を発揮すると。なのでもう最初からね中に入れるっていう役割の前提で編成を組むなら、デュークは別にねタコじゃなくていいんですよね。そうするとフェニックスでもいいかなと思ってて、ここはね要選択かなと思いつつ、ただまだね外周で使うパターンも秘めてるのでタコにしてます。やっぱねフェニックスの方が最後 VS ヒーローになった時に圧倒的に強いんですよね。なのでちょっとねどっかのタイミングで1アカウント変えてみようかなと思いながら、
っていうかね、今日ちょっと初日だったんでね、あんまりいろいろ試すことができず、あとね、何でもかんでも全部変えちゃうと何が強くて何が弱いのかってね実験できないので、今日は、このアカウントに関してはせっかく新ユニット完成させたんで新ユニットを入れています。はい。でね、こいつの出す場所はね少し考えた方がいいかな。何でもかんでもね最初のユニットと一緒に出しちゃうとこんな感じでこっち進んでもねあんまいいことないんで、ルートライダーの道が決まってから、この辺に出してあげるとかしてあげた方がねいいかなと思います。でルートライダーとこのユニットの相性のいいところはルートライダーがね壁開けてるんで倒し損ねた施設がそんなにあるわけじゃないんだけど、穴が開いてればスローアウトと同じ感じでね後から追撃できると。でスローアウト違ってヒーラーを奪う心配も一応ないということで、意外とこいつはもしかしたら役に立つかもしれないっていう感じで、こいつがいないからどうこうなるっていうことはねほぼないですね。はい。ただここはねお試しなんで実際に強いかどうかはねそんな1日ただ数回殴っただけでね分かんないんではい、もうちょっと様子見かなっていう気がします。でね、ちょっと急いで今リプ取ってるのはあと8分でなんだっけメンテが来るんでねワンチャンリプ消されちゃうかもしれないんで先に取れるリプをね取っておこうかなと思います。はい。でやっぱねロイの方が爆弾踏んだ時のダメージは大きいもののデュークよりもこう意表をつける入り方がねできるというか、今みたいなこの入りとかってデュークは絶対できないんですよね。過去を持ってるデュークなんてまず最近見ないし、普通のフォックス型の場合は、もうこっち当然ずれていくんでね。でそういう動きで多分爆弾を置いてるんだとしたらロイが踏むことはないんでメタ的にねかなり安牌なんですよね。でロケバルも積んでるんでかなり頭を使ったロイの入りをできれば結構アドが取れますね。ここの今の、まさしくインビジの曲とか本来取れる想定はないんだけど取れると。で今ね一瞬ここに影向いたの分かると思うんですけど、こんな感じで、先に出しちゃうと全然空いてないところから取りに行っちゃうんで、やっぱこいつはね少し遅らせていった方がいいかなと思います。でこうゴミ掃除機はね出た瞬間からユニットの HP 消耗していくんで、あれですよウォーデン勝手に爆弾踏みまくってその回避をこのところで撃つ予定じゃなかったんですけど、本体とね一緒に混ざるような形になると実はねヒーラーで回復できるんですよねこいつは。いや当たり前だろうって話なんだけど、はい。でこいつがねポコスカ殴ってくれるんで、ルートライダー的にはね少しでもね火力が多い方がいいんですよね。特に攻撃施設以外を殴る無差別ユニットですね。でほら見てこいつはHP 回復してきるのほら、逆に言うとルートライダーについてたヒーラーがね引っ張られるんで、一長一短かなと思いつつも、この辺はもうねもうメリデメはどっちがいいか分かんないですね。ある場面では当然ルートライダーについてた方がいいし、ある場面ではこいつについてた方がいいしみたいな時もある。ほら HP フル回復してるでしょ。もしかしたらこれルートライダーについてたらルートライダーの HP 全回復してたかもしれないけど、今回みたいに3体重なってればねこういう感じで最後結構クイーンの盾になってねいけんじゃないかなっていう感じですね。はい。お試しにただね1体ではいいかな。2体いてもねさすがに26枠なんでこいつねもうちょっと枠下げてもいいんじゃないかなって思うんだけどね。そんなにこいつ活躍しますっていう感じの微妙なユニットなんで、これとかもねデュークやる人は、ね、絶対ここから入るんでここにめっちゃ爆弾置いてあるんですよね。なんでこ
から行くと。でこの辺の施設全部カットするとここから経由で全部取れるんですよ。取れるんですよっていうのは別にやったわけじゃなくて想定ですね。でまあ運が良ければここまで取れるし、運が悪くてもここのね0時ぐらいまでいけるかなっていう感じですね。はい。でもともと私10体ぐらいロケバル積んでたんだけど、まあ、10体使わないとねいきなり入っちゃってそうそうないんで、ある程度削ってちょっと本体の火力を増すためにちょっと新ユニット入れてみようかなっていう感じですね。はい。なんであとね、こういう浮いた施設をね最初にデューク一緒に投げると普通ロイとか多分ねこっち側には行かないんですよ。なのでデュークを短期に投げて差し抜きながら本体と合流させるという使い方ができるのが強いですよね。はい。でほらこいつもうこの時点で26がゴミ箱に捨てたようなもんなんですよね。なので出す位置はよく考えた方がいいですね。でこういう感じでね1体でも2体でも中入って合流してくれればやっぱ空輸戦のいいところはねなんだっけユニットランチャーよりも出てくるユニットの個々の強さがまあ強いことですよね。ベビドラが少しでも攻撃の足しになりますし、ジャイは殴れないんでね。でバルーンがヒーラーのケアにもなるしっていうところでただねその分本体と一緒に混ぜ込むデュークは弱くなっちゃうんでそこが難点なんですけど、まあそれもあってねもともとそのために最初おでんのねペットをモグラからねリザードに変えたんだけど、結局ね空輸戦使うんだったらあんまり意味ないことにはなるんだけど、まあねそれでもねやっぱ終盤の方でねヒーローと当たるときにリザードがいる。あとね最初の方のヒーローと当たるとき意外とねルートライダー1体2体4体しか入ってないんでねやっぱ最初に持ってかれるのでかいんですよね。で、リザードで攻撃遅延させてくれるとだいぶ強いっていう感じですよね。さすがにガーディアンの攻撃速度まで遅くならないんで、そこはね弱くなってほしいところなんだけど、そうすると、ちょっと強すぎるってところでねそうはいかないんだと思いますけど、ルートライダーこの戦術のね一番の弱点は基本タウンの裏から行かないといけないことがほぼ全てなので星1のリスクが非常に高いところですね。はい、慣れるまではねこういうのも本当はねこっちから行きたいんだけどこっち、ちょっとね練習してみようかなっていろんな入り方で、リスク取らない取り方ができるのはそれに越したことないんだけど、現状はやっぱね火力の薄いところからまず入って1枚目のオバグロを先に使う。で1枚目が解除された時にトームを使って一旦体力回復する。で最後の重たいパートでデュークの能力を使うっていうのがね結構王道のパターンですね。もしくは先にデュークの能力を先打ちするみたいな感じですね。それはね入ってる範囲とヒーローの数を考えつつって感じですね。はい、火力の管理ができればね、ルートライダーそんなに怖い説がないんで、はい、で我慢できるところ適当に我慢してできればトーマは先に打っといて、で2枚目のねオバグロがあるんで下側止めて火力の高いところをデュークでワンクッション止めると。はい、本当にね1個間違えると星1になるんで、多
だね、結局いろんな戦術使ったけど、どの戦術も結局そうじゃんっていう結論に個人的になったんでね、だったら自分がもともと使ってる戦術使うのが一番楽なんじゃねっていうので、ちょっと一回ね基本に立ち返ってきました。はい、結局ね1位じゃないやちょっと夢見てた4位をね取った時もね、最終的にこの型だったはずなんですよ。確かね覚えてないけど、いやデュープ出てないから、いやキングが出てきて一瞬でデュークが出てきて、どっちかですね。キングのタコ、ロケットホースじゃないやスティックホースの型か、デュークのこの一般的な型ですねでやってたんで、ポテンシャル的にはねかなり高いんですよね。これも全然カットできてないですけど、で今までだったらこれもっと範囲がね2倍ぐらいひどいんで、正直ねユニットを出す前にもう使わないとね一発飛んでくるんですよね。結局これ一発撃たれちゃうんだけど、それでも撃たれてないか、はい、今までよりね最初の一発目がねだいぶ遅らせられるんで、ちょうどね範囲に入るだろうなってタイミングで撃つとちょうどユニットが到達するぐらいで解けるんで、かなりちょうどいいんですよね。でそもそもね弱体化して火力も落ちたんで、だいぶ扱いやすく無理に狙わなくてもなんとかなるかなっていう感じですね。でこういう感じでね取り逃した施設とかにちょっとアプローチしてくれるみたいな感じですね。で無理にオバグロ2枚あるんで、このレイジのところをね一回戦わずにまず一旦ヒーローだけ処理する。そうするとね他のユニットが他のタゲがないんでね、もう投げちゃったからストライカーが結構行きやすいんですよね。で解除されたタイミングでほらこれがどんだけね施設があっても固まってもちゃんとここまで残せさえすればね、残せなかったらもう負けですけど、残せさえすれば越せるということですね。なんで一応ね取れない配置はなさそうな気がするんで、個人的にちょっと練習しがいがあるかなっていう感じかな。あとなんだ、あと2つか。はい、ちょっとできればこれ取り終えちゃいたいな。トロ下がりすぎてね、これとか弱すぎて何の参考にもなんないんだけど、ターンから取るやり方で浮いてる配置はね、この取り方できそうなんだけど、でもねそのやり方をやるならやっぱねフェニックスじゃないとやりづらいかなっていうのが個人的な結論ですね。タコはね信用ならないのと、これ多分最初に投げるべきだったかなちょっと思うんだけど、それはさておき上から投げてやるっていう感じですね。これやるんだったら、ぶっちゃけ普通にタウンに特攻しつつトームで越します。でここのレイジのところでデュークの能力使うとか良かったんじゃないかなっていう気がします。この取り方他の時でやった時メインとかね普通にこけたんで、ロガーだったらやめた方がいいかなっていう感じかな。やっぱノックバックがね辛いんですよね。あと置いてある施設次第かな。物に触るときはマジで無理です。なんだっけ、フェニックスだったら勝てるけどフェニックスじゃないと勝てないんで、トーム1個置いてもねすぐ壊されちゃうんで、っていう感じかな。
Get back to Bora or Dragon Army Bro. Sorry. Neither army I don't use. ボーラーもね、結局なんかなんかさ、みんな使ってる戦術だしさ、俺ボーラー好きじゃないから使いたくないんだよね。多分ルートライダーで一番難しいのはこういう真ん中インビのコアが重たいような配置ですね。これを初見で安定的に取れるように立ち回れるようになったら、まあほぼほぼ勝てるかなっていう感じですね。私もどういう入りが正解なのかは分かってないけど、まあ頑張るって感じですね。はい。まあ少なくとも一発目のオバグロは火力を落とすためなのと、ラバランを絶対止めないとまず勝ち目がないっていう感じですね。まあ最後でこれ1個見て終わりなんで、まあ今シーズンちょっと真面目にやるっていう意味も兼ねてあれかな、ルートライダーかな。まあまだ前半なんでね、何のユニット使ってもいいんだけど、スローはね、なんかブローは使えなくなってから、使えなくなったわけじゃないけど、なんか信用のならないユニットになっちゃって、ちょっとコネクションロストしたんで、この配信もロスト